はい、こんばんはです。結構久しぶりかな。多分前配信したのってもう1週間、下手したら10日ぐらい前かな。のような気がするけど。今日はタイトルの通り、ですね、ひたすら、あの配信、前の配信の時多分レベル60、70ぐらいだったんだけども、全部レベルカンストまで、一応99まで全員育てて、は行ったんですけど、でそこから、異世界とさらなる異世界だったっけのとこまで行って、一応神様のところを1回目の神様を倒してさらなる異世界で、精霊か神竜倒した後で精霊プラス神様が出てきて、ちょっとあれきついね。で、精霊プラス4精霊プラス神様っていうのがなんか種集めの最高率の、やつらしくて、それをやるにあたってマダンテ要員が必要だということで、マダンテ打つにはまあできる限り MP がマックスとで攻撃魔力、今これはちょっと職業を分けてる別のやつにしてるので、盗賊プラスまだ、マックスになってない職業にしてるので、攻撃魔力に関してはこのマリベルですらまだ687なんだけど、これ確か賢者プラス魔法使いにしたらカンストになるのかな。とりあえず賢者プラス魔法ちょっといっぺん見てみようか。マリベルで賢者プラス魔法使いで、もうだいぶ前に出てる情報だからもうね今更って話だけど、魔法使いにしてでこっちを賢者にした場合マリベルが934だからまだちょっとカンストには届かないってところで、だからこれをカンストに届くようにっていう感じだから、主人公とせめて主人公とマリベルの 2人に関しては、魔法使いと賢者で、マダンテ打って大ダメージ出せれるようにという感じらしいんだけど、いかんせん攻撃魔力がねまだね大変なのよこれ本当に。今現状 MP を上げていってる段階なんだけど、主人公に関してはもう996って出てるけど、これ多分もう魔法使いにした時点で多分カンストしてるはずなんで、だから MP に関してはもうこの2人は OK で、その次に MP を上げる要因としたら、この中で MP 高いのがメルビンになるので、できたらメルビンも、MP カンストで、とりあえず3人、主人公とマリベル、メルビンの3人が MP をカンストした時点で、魔力の種だっけ、あれで攻撃魔力の底上げを図っていこうかなっていうとこなんだけど、これ見る限り500前後だから、メルビンが一番攻撃魔力高いのお、せめて主人公マリベルの2人は攻撃魔力をカンストさせたいので、今はこれ過去の、政府の谷周辺でこいつドロッププラスひたすらヌスッと切りでシャドウサタン、不思議な木の実をパクる作業をしております。で取ったらもうあとはもう適当にオートでほったらかしで、もうね言うてレベルカンストしてるからすぐ終わるけど、で運が良かったらここでドロップする。多分ドロップするかな。ドロップした。1個落ちたかな。1個落ちた。こんな感じで、さっき今持ってたの使ったんだけど、それでももう10個あるから、
ていうかこれよう考えたら主人公とマリベルも職業変えたら乾燥するから、つかあれだな、メルヴィンのあれもちょっと見とこうか。魔法使いとあれで魔法使いと賢者ってこいつなれんのかな。こいつって言っちゃったあ、賢者やってるわ。769か。あと230上げないといけないのか。230か。これが一番うまいね、シャドウサタン4匹が会心の盗っ人ギリギリ取れんのかい。会心出た時ぐらい確定でくれよ、種。さすがに4匹いたら1個ぐらいドロップするでしょ。しないんかい。マジか。ドロップしないのね。あ、そう。キングスライム強っわあ、いらねえ。こいつらはいらねえ。だからお呼びでない君たちお呼びでないなんで3回連続で同じのが出てくんねんなんで3回同じのが出てくんねん。お前も違う。来た来た来た。もうこれで3つは出るでしょ。いやー、1個はドロップしてくれ、頼む。よいしょ。うわー、ドロップなしか。
マリベルの通常攻撃がエガちゃんや。お、2個出た、ナイス。あ、間違えた。メルビンや。だいたい5、60個ぐらい、今20個ぐらい突っ込んでるから、あと40個ぐらいで、だいたいメルビンは完走するか。なんで4匹出た時に限ってドロップしねえんだよ。ドロップ率なんかえらい落ちてない？気のせい？ガボ盗トマトつけてるよな。うん、つけてるな。じゃあ、盗トマントじゃなかった。風呂敷マントだった。盗トマントってなんやねん。コンソ強っ。転職を極めし者。
早っ。どうしたんみんなパーフェクトやん。おお、2個、6個、うまいね。6個はうまいね。
よかった。
よし。てや。突撃。どんなもんだい。やったわね。
はあそれうん
トロはちょっと大変やな。時間かかりそう。レアドロップは大変じゃこりゃ。レアドロップっていうことは盗賊にする必要ないんか。種集めしてる間にあれだな、職業乾燥するかもなこれ。2しか上がらんのか。これ相当数いるな。やば。
やーせやていていたやせやたていていはあせやていやーたていはあた
さーてどんなもんだい。ここにつけ。どんなもんだい。でい。よかった。
は
よかった。よかった。やったわね。さあおいで。やったわね。
よかった。
よかった。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 
よかった。ねやったわね。
うん、なんかいけたな。いけたな。いけたし。じゃあこれで神様でとりあえず種周回できるか。まあランダムだけど。若干運要素はあるけど。うわ最悪、最悪。さあやるわよ。最悪。MP17 のマダンテっていくら食らうんやろ。216食らうんや。まあこれで終わるかな。危ね
精霊たち素早さ高すぎやろ。全力だ。うわお。まだって。ざっとこんなもんね。あ、やっぱ他に行かないとダメか。まあそりゃそうか。
とっておき。行くぞ。全力だ。くしょー。オーケー、任せて。放て。本気で行くわよ。全力で行くわ。あぶやっねたわね。あぶね。とっておき。ガオー。ああ意味ねえな。ざっとこんなもんね。本気で行くわよ。ガオー。全力だ。全力でござる。上出来でござる。
やはい。はい。やああ、こっち全然やってなかったんや。全く言ってなかった。今更やけど全くやってなかった。1711ってやばくねやば。ブロンズのやつは相当弱いな。やてかもうこれ分身したらもう余裕やん分身したらクソ余裕やんこれやば。神様の心をちいてやな。
頑張るわよ。よかった。
そんマジか。やばバカ強え。えぐいダメージ今の。いてつく波動うざ。
40点以内いた。おお。とりあえず全部クリアできた。よし。いやあとは、まだちょっと後にするけど、DLC があったんかな。 DLC やな、だいぶ時間かかりそう。いやとりあえず装備戻して神様集会行くか。そういや職業変えるの忘れとった忘れとったはあえぐどっちにしてもえぐいな。メルビンとマリベルがマダンって言ったらいけるなこれは。
よかった。やっぱマダンで打てるようにしとった方がいいなこれは。あ、マリベル全部終わってた。はあ、やばっ。バランテ。マジか。オーケー、任せて。さあ、おいで。
まあ4手で倒せりゃ一緒めっちゃえり込んでる人が1手とか2手で倒してるっていうのなんか見たことあるけど、4手で十分だ。時間効率で言ったらまあ2手と4手じゃそれは単純に倍かかるだろうけど、知れてるしほんの数秒の違いだしな。まあいいでしょう。全力でござる。
本気で行くわよ。まだって楽勝。あ、間違えた。間違えた。
ざっとこんなもんね。オーケー、任せて。全力でござる。ドラゴン闇。まだ。
手や全力でござる。さあやるわよ、やっところで上出来でござる。
い。さあやるわよ。まだってやっさあおいで。やったわね。ドラゴン闇。全力でござる。てやてやまだ
せて。さあおいで。まだ。全力でござる。はあ。やあ。どうした？どうした？せや。はあ。せや。たあ。
ら。我は魔族の王にして絶対無比の存在なり。万物の長我以外にはなし。神に作られしデク人形どもよ。まだそれがわからぬのか。かつてお前たちが神と崇めし者は我が永劫の闇に葬り去った。愚かなる者よ。そなたらに我を崇めるほか生きる道はないのだ。我が名はオルメミーラ。万物の王にして天地を束ねる者。さあ来るがよい。我が名をそなたらの袋に永遠に刻み込んで。無病
てを束ねる者その我がなぜにこのようなデブ人形玉ね勇者殿、メルビン様、そしてお仲間の皆さん、我々はいえ世界中の人々がどんなにこの時を喜び合っていることでしょう。この天に浮かぶ神殿からも世界中の大地が生き生きと輝き始めたのがわかります。さあどうぞ中へ。我ら神の兵、心よりの感謝を持って皆様をお待ちしておりました。どうやら飛空石が皆さんを迎えに来たようです。さあお行きなさい。あなた方を待つ人々のもとへ。おう主殿、申し訳ないがわしはここで失礼するでござるよ。え、メルビンのおっちゃんどうしたんだ？皆には本当に世話になったでござる。しかしわしは本来皆とは違う時代の流れを生きた人間。すまぬが皆とはここでお別れするでござる。メルビン様、私にはどうもよくわからないのですが、神殿の神の石があなたに語りかけようとしているようなのです。そうか。今行くでござる。主殿、そして皆、これまで共に旅ができて本当に楽しかったでござるよ。そなたならわしの気持ちを分かってくれるでござろう。本当に礼を申し上げる。どうかお元気でいてくだされ。
使命からも魔王からも解放されて、みんな本当に嬉しそう。これが俺たちが繋いだ未来か。みんな、俺の旅はここまでのようだ。そろそろ元の時代に戻るよ。送ってくれてありがとな。見送りはここまででいい。いっぱい食っていっぱい遊んで大きくなれよガボ。母ちゃんだって超えるくらいにな。ユバールの使命は終わった。君は君の未来を生きる番だ。うまく言えないけど頑張れよアイラ。あんまりあいつをいじめてやるなよ。やりすぎると嫌われちゃうぞ。黙りなさい。その口縫い付けるわよ。冗談だよ。マリベルがいたから楽しい旅だった。本当にありがとう。多分これで本当にさよならだ。昔も今もこれからもどんなに離れていても俺たちはああ、やめだ、やめ。新規臭いのは苦手なんでね。元気でやるよ、勇者様。それじゃあな。よく寝た。もう起きるかと思ったぜ。しかしどうやらわしの役目は終わったようじゃ。ではのう。おお、勇者様、皆様お待ちしておりました。このボロンゴ、皆様のご案内役を務めさせていただけて本当に光栄です。ささどうぞキャプテンシャークアイのもとへ。勇者様、シャークアイ様、万歳。勇者殿、そしてお仲間の皆さん、とうとうあの憎き大魔王を滅ぼされましたな。この日を我がコスタール王もどれほどお喜びか。勇者様、あなたが次の僧侶になるってみんな噂してたんですよ。後でまた景気のいい花火を打ち上げさせてもらいますからね。
くぞあの忌まわしき魔の居城より戻られたな。世界はもう魔王の箱庭ではない。我ら人間のもとにあなた方が取り戻したのだからな。我らマールデドラゴン一族の者たちには次の総領にそなたがなるのではと密かに期待して待っている者までいる始末だよ。というわけでどうだ、俺の後を継いで総領になってくれるか。いくら我らの頼みだからとはいえ無理はしなくてよいぞ。そなたにはボルカノ殿という立派なお父上がおいでだ。裏切ることはできまい。俺には勇者殿のその気持ちだけで十分だ。ま、俺もまだまだ若いしな。さてと、我々はこれからフィッシュベルの近くに寄ってまた長い航海に出る。何でも海底王とかいう海の王が俺たち一族に用があるそうなんだな。エスタード島ではまた大きな漁の祭りが開かれるとか。それを沖から見送って我々は出発することにしよう。どうか元気で。また海のどこかで会うこともあるかもしれんな。皆、彼ら勇士たちの姿をよくその目に焼き付けておけ。そして忘れるな。我らの心にあるのは何者にも立ち向かう勇気。勇士たちに恥じない決意を持ってまた新たなる航海に出発する。皆の者、キャプテンシャークアイ、そして勇士たちに敬礼。そして新たなる航海への出発に向け、我らが水の精霊への祈りを捧げる。お前さんたちの。おお、あなた方こそ誠の勇者です。ありがとうございます。ありがとう。お兄様もきっとどこかで喜んでいると思うわ。よくぞ戻った勇者とその仲間たちよ。この度のそなたらの働き、誠に見事である。その働きがなくば世界の大半は今もって闇に閉ざされ、あるいは偽りの神を誠の神と崇め立て、人々は未来永劫苦しみ続けたであろう。そなたたちこそこの国の、いや全世界の救世主じゃ。思えば始まりはちっぽけな出来事であったな。あのバカ息子キーファがわしの大切にしていた妃の形見の指輪を持ち出し、あの時わしはどれほどあいつを怒鳴りつけたことか。育て方を間違えたとまでわしは悩んだものじゃ。しかしそのことが今こうして世界を救うことになるとは、わしはあのバカ息子を誇りに思うぞ。もちろんそなたたちもな。
さあさあ皆の者、宴じゃ。国を挙げて盛大な祝いの宴を開こうぞ。ねえボスケ、そろそろ起きなさい。とっくに夜は明けてるよ。そうそう、今日は年に一度のアミット漁の日でしょ。父さんはもうとっくに港に出かけていったよ。支度はできたかい？漁に初出の日に寝坊したんじゃ話にならないからね。いけない。はい、アンチョビサンド。気をつけて行ってくるんだよ。マリベルお嬢さん、またそんなところに隠れたりして。もういいじゃないの、私が寮についていったって。ね、見逃してよわしにお世辞を言っても無駄ですぞ。さあ、お父上に叱られないうちに船を降りなされ。一体どうした？騒がしいようだが何かあったのか？ああ、モルカの船長。実はマリベルお嬢さんが。
わかりました、マリベルお嬢さん。ただし今回限りですぜ。さてと、そうと決まったらいよいよ出航だ。お前もグズグズするなよ。そうよ、グズグズするんじゃないわよ。よーし、出航だ。えい。
網を上げるぞ。親愛なる君へ。俺はあの後もずっとユバールの民と旅を続けた。あの日見た未来を守るために。お前たちと別れて一体どれくらい経っただろうか。もしお前がこれを読んでいるなら親父たちに伝えてほしい。キーファは自分の使命を最後までやり遂げたのだと。そしてどんなに離れていても俺たちは友達だよな。キーファより。よし、とりあえずなんとなくオートでまたラスボス倒してみたけどまあいつ買うかわかんないけど、まあ気が向いたら買ってやろうかなとは思うけど、追加のね闘技場の DLC のやつ
全部入りのやつもあったりはするけど、全部入りのやつってアイテムセットと重ね着的なやつと闘技場のやつだよね。まあ気が向いたら買うけど、まああとはまた神様集会して全ステータスカンストって相当大変だろうな。神様一体何百体倒さないといけないんだろう、神様と精霊を。まあまたね、このドラクエ7も、まあ個人的にはドラクエの中で、まあ11もそうだし、この7とか、あとね、昨日日付変わってるから、まあ一昨日のドラクエの日の配信でね、発表でドラクエの新作の12かな、12の作り直ししてるっていう、まあなんかそういう噂が前々から流れてはいたけど、実際作り直してなんかね、路線をそもそも変えて作り直してるっていう話で、まだまだこれから発売までは相当長そうだから、まあ3年から5年ぐらいかかるんじゃない？下手したら。さすがに今年は絶対ありえないから、来年とか再来年っていう線もなかなか厳しいと思うので、まあ3年から5年ぐらいの間で出てくれればいいんじゃないかなって思ったりするけど、まあめちゃめちゃ早くて再来年ぐらいかな、再来年のまたドラクエの日ぐらいに発売。あとはなんか一番最後でなんかモンスターズの4の発表があったけん、あれはまあ一応新作っていうことになるんかな。しかもプレステ5で出るっていうからね、モンスターズもまあゲームボーイの時にまあやったのはやったけど、あれもね、まあカミングスーンってなってただけだからね、今年に出るとは限らないけんなんとも言うけど、まあ今年か来年ぐらいなんだろうかな。まあ12が出るよりは先に出すだろうけど、あとはまあ、かなり前だけどスイッチの方で 11S やったんだけど、ちょっとねまたやりたくなってきたんで、また 11S 買ったら、まあ今更だから別に配信やって誰か見に来てくれる人がいるかわかんないけど、 11S もまたやりたいな。とりあえず現行機でできるドラクエはできるもんがあればやっていきたいなと思うけど、まあビルダーズとかちょっと別としてね、あれはあれは別としてなるべく、モンスターズか本編のナンバリングあたりでできればまあやっていきたいなとは思ったりはしておる次第でございます。はい。そんな感じで、とりあえず今回一区切りじゃないけど、ラスボス2回目99% オートだけど、またそのうちまたね、種集めというまたすごいなんとも見どころの低いシュールな動画になると思うけど、動画っていうか配信か、種集めしながら多分闘技場で、何手以内に倒せるかと、あと大変なやつが装備でラッキーパネルのレア装備ほとんどゲットできてないので、その辺も取っていかないといけないな。コンプリートまではいかなくてもいいから、とりあえず最強装備ぐらいは取りたいと思うので、またそのうち配信でやるかなと思います。はい。それではとりあえず今回の、ドラクエ7リーマジンとの配信はここら辺で一区切りで、今日は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。